はい、こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。今日はですね、粘土の、菊練りのね練りの方向とろくろを引く時の、ろくろに据える時の方向、それについて、僕なりの考え方をねちょっと紹介していこうと思いますので、最後までご覧になっていってください。でまず菊練りをします。で僕は左利きなので、こういうね左手で菊練りをするんですが、これはどっち方向でも構いません。右利きの人がね右方向で右手でやっても全然問題ないです。考え方を、紹介しますんで、これでですね、このままちょっとまとめてみますか。まとめていくと分かりやすいようにちょっとざっくりまとめますね。そうするとこういう風になってます。分かりますかこれを分かりやすく、じゃあ例えばこのね雑巾に置き換えてみましょう。雑巾に置き換えてみると、巻いていきます。こうね巻いていきます。そうすると今最後はこうなってますね。雑巾もこうなってます。これが今この向きです。わかりますかね。この向き。はい、それじゃあですね、ろくろにさっきの粘土を据えていきます。で僕の場合は時計回りです。時計回り。ということは、僕が普段乗せてるのはさっきのこの方向ではなく逆にします。こっち向きです。こっち向きで乗せてやっていきます。これはなぜかというとですね、ここでさっきのなんですけど、これさっきのと同じ向きです。同じ状態。これを例えばですけど、この時計回りで左手で菊練りをして、時計回りでろくろを引く。で、粘土は練った時を逆さまにしましたね。そうするとこういう状態です。これだとこうろくろを引くとこうほつれていっちゃうんですよね。わかります？こうほつれていってしまうわけですよ。これなのでさっき僕は逆さまにしました。逆さまにするとこうやってやってもほつれないわけですね。わかるかなこういうことです。これが僕の、菊練りの方向とろくろの回転の考え方です。もうこれだけだから、右手で練る人、また左回転の人、右回転の人、いろいろいると思いますが、これがほぐれるかほぐれないか、逆だほぐれるかほぐれないかっていうふうに考えるといいと思ってます。これはもしかしたら些細なことかもしれないんですよ。で実際には、ここでねしっかりちゃんと土殺しすればもしかしたらどうってことないことかもしれないんですけど、僕は結構ねそこら辺神経質なんで、あと楽ですよね。やっぱその目に沿って回した方が、逆向きの、巻きになってればもちろん最終的にはうまくいくのかもしれないんですけど、そこで逆回しにしてそれを無理やりこう抑え込んでるってことになるので、ちょっと難しいというかね、大変なこともあるのかなとか思ってやっています。こんな感じかな。割と簡単な話です。分かりやすく説明できたでしょうか。こんな感じで、またねなんか小ネタがありましたら動画にしていこうと思いますので、あと何か皆さん初歩的なことでね、あんまり難しいことは答えられないかもしれないんですが、初歩的なことで何か疑問とかありましたらコメント欄にでも入れといてください。答えられることは答えていこうと思いますので、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。